いや、今もう手続きして、多分えー、7月の後半、中盤ぐらいに引っ越せると思います。どれぐらいの部屋があるんですか？何 L とか、1L とかですか？めちゃめちゃ広いですね。4部屋あって、えー、風呂が3つありますね。風呂3つ。はい。シャワーとか合わせてですけど。なんでそこにしたんですまあ、ジムから近いっていうのが一番ですかね。か？ベッドルーム4つ、お風呂3つ。4つ、そうですね。ジムからどれぐらい、車でどれぐらいですか？車で8分ぐらいですね。あれ、あと犬も飼ったんでしたっけ？いや、まだ犬は飼ってなくて、まあ、家買ってからかなって感じですね。なるほど。間もなく買おうかな、みたいな。そうですね。まあでも、家に入れるのは7月中旬とか、そのくらいなので、これから考えようかなって感じですね。フロリダはコロナでも、まあまあ、緩いというか、大丈夫な方なんでしたっけ？まあそうですね。自分が住んでるところは、まあ都会じゃないので、密集するところがないので、人が。まあ全然そんなにきつくはないですね、縛りは。でもマスクはして出てくださいみたいな感じですか？そうですね。マスクは、まあ外に出るのは全然問題ないですけど、その店に入るときとかは、つけてくださいって言われます。ちょっとナンバーで今月はい。掲載してもらいたいんですけど、マインドセットを中心にお伺いしたいと思うんですが、堀口教授は今強くなってますかっていう質問が来たら何て答えますか？まあなってますねって答えますね。はい。その理由を教えてもらえますか？怪我して、やっぱり徐々に戻っているんですけど、まだできてないので、前みたいな動きは。できることで、今まで取り組んでなかったところとかをもっと強化したりとか、まあ、違うスタイルでも全然戦えるような、自分の幅を全体的に広げてるので、別に、まあ、いろんなところで勝負できるなって感じですよね。引き出し増やしてるとか、スタイルも変えられるようにしてると、具体的にちょっと教えてもらえますか？具体的に言えば、まあ、寝技の幅を増やしたりとか、もともと打撃の選手なんですけど、自分は。はい。レスリングでもいけるようにとか、いろんはいはい。なところで戦えるようにしてますね。動きが制限される中で強くなっているっていう確信があるのは、新しい自分がリンクに戻った時は見えるような感覚ですか？そうですね。やっぱり前とはファイトスタイルが似てますけど、違うところも出せるんじゃないかなと思ってますね。まあ、専門的な人じゃないと分かんないと思いますけど、ちょっと違うなっていうのは、多分、専門的な人なら分かると思います。筋力的にはどうですか？もうほとんど左右同じですね。先生命をこう左右する大怪我なんですけど、戻って100%、もっと120%以上で戦えますよっていう歴史を作りたい感じはありますか？自分の中でもできると思ってるし、それが普通かなと思ってますね。ああ。はい。まあ、我慢の時間がすごい多いと思うんですけど、堀口教授的我慢との向き合い方のテクニックを教えてもらえますか？我慢の向き合い方、まあ、向き合うっていうよりは、まあ、無になるんですかね。向き合っちゃうと多分耐えられないんで、人間って。やっぱ無になると結構何も感じないし、なんか続けられますよね。あえてまあ向き合わない感覚ですか？そうです、も何も考えないって、動いてやるトレーニングしてるとできるう。はい。と思うんですけど、動いてないと難しくないですか？まあそうですね、動いてないと、やっぱり自分の体力が多分あると結構難しいと思いますね。やっぱ運動はすごい大事だと思いますね。今の1日の使い方、時間の使い方って教えてもらえますか？朝起きるのがだいたい7時ぐらいで、ちょっと YouTube 見たりとか、格闘技の研究したりとか、英語の勉強をちょっとだけしたりとかして、その後に朝練行って、で、朝練終わったらご飯食べて、3部練の時は、まあ5時ぐらいから練習、まあ1時間ぐらいして、で、またちょっと休んで、で、7時ぐらいからまた練習って感じですね。はい。間は夕食は取るんですか？夕食は、全部終わった後に取りますね。最後のトレーニングはどれぐらいあるんですか、時間的には。まあ1時間から1時間半ですかね。うん。お昼はどれぐらい休む感じですか？結構休みますね。次の練習までが4、5時間あります13時ぐらいにランチ取る感じですかね。ね。まあそうですね、大体。怪我して、手術して、まあ、6月に入ったら、まあ、ここぐらいまでは戻ってこれてるかなっていう、まあ、想像しながらリハビリされていたと思うんですけど、イメージ通りには来てる感じですか？そうですね、まあ、自分のイメージより全然良くなってる感じであ、すね。自分はやっぱり選手生命終わるって言われてる怪我だったので、うなんかん。もっと本当に痛みをずっと引きずってるのかなと思ってたし、そんなこともなくって感じですね。今もう痛みはないですか？まあ、踏み込みを思いっきりするとやっぱ痛いですけれど、ああ。なんかそこまでじゃないかなって感じですね。
もうすぐリングの上に上がって、相手と向き合って、まあ、スパーまではいかないかもしれないけど、実戦のところに近いところまで来てる感じですか？まあそうですね。まあでもまだスパーリングとかはしてない感じですね。もう少しで8ヶ月経つんですけど、8ヶ月経って、で、もうちょっとしたら、まあ9ヶ月ぐらいですかね。したはい。ら、スパーリングとか対人もちゃんとやっていいよって言われてるので。練習としては、どういう練習までできるようになった感じですか？寝技のスパーリングぐらいなら、まあできるようになってきて。あ、もう寝技できるんですか？はい。打撃もミット打ちとか、あとはドリル練習で人を立たせて自分が打ち込んでいくみたいな練習はやってます。まあ、そこまでできてるんですね。まあ、自分が休んでる間に、まあ、YouTube でもおっしゃってましたけど、まあ、こうはい。いうコロナになって、まあ、格闘界も止まる状況にはなってるんですけど、その状況ってこう自分に重ねたりとか、またはチャンスだとか、どういうふうにこう今の期間を捉えてますか？格闘家人生の中では。しっかり休む時期かなとは思ってますよね。自分にとってはすごいコロナこの時期、自分が戦なくしてくれてるのかなっていういい風な捉え方をしてますね。なるほど、なるほど。はい。そんなに無理してもしょうがないよっていうのを自分の中ではそう捉えてます。休む作業って意外と難しくないですか？まあ、そうですね。でもなんかいろいろその家買ったりとか、今までできなかったことに挑戦新たにしてるんで、アメリカで。いい時間だったんじゃないかなとは自分は思いますね。はい。家を買おうと思ったきはい。っかけってどういう心境の変化ですか？まあ、いろいろあるんですけど、もともとは自分は別にファイターが終わったら日本帰って嫌いなアメリカにはいたくないと思ってたんですけど、やっぱりそのコーチとか信頼できる仲間ができて、ATT のオーナーとかが結構すごい仲良くしてくれてるんですけど、教授現役終わったらコーチになれよみたいなことを言ってくれたりとか、そういうところでやっぱりなんか自分もこう、受けた恩を返したいなと思ったりしなるほど。て、今年グリーンカードとか申請したりとか、どっちでもグリーンカード取れば自分で選択できるじゃないですか。どっちでも動けるようにしとこうっていう感じです。まあ、ナンバーの編集部さんがぜひ聞いてくれって言ってたのが、まあ、格闘技界、総合格闘技界で今のこう時代の潮流というか、流れというか、今どういうふうに堀口教授がアメリカの総合格闘技界を見てるか聞いてくださいって言われたんですけど、そのあたりはい。はいかがですそれはか？格闘技に関してですか？そうですね、まあ、できれば総合格闘技、堀口教授から見ると、どういうふうに見えてるのかなっていう。そうですね、まあ、やっぱり全体層のレベルはもう全然上がってて、やっぱ UFC、今、試合無観客で結構やってるんですけど、まあ、見てて、やっぱ昔は立ち技、寝技、対決、はい。そういうのはい。が当たり前だったじゃないですか。でもはい。今はもう全部できて当たり前の時代になってるので、それでやっぱり個人個人に特殊な技術とかも持ってたりするので、やなるほど。っぱりその一朝一夕じゃ勝てないなっていうのはありますよね。オールラウンドプラス自分の特殊武器っていうのがないと勝てない。そうですね、そう思いますね。教授君もそこをイメージしてトレーニングしてる感じですか？そうですね、そういうのもイメージしてるので、ない引き出しを練習したりとか。多分年末目指してっていう感じで動いていくと思いますけど、今の段階で2020年半年経ちまして、前回インタビューした時は年明けだったんで、まあ、半年経ってみて、2020年っていうのは、堀口教授にとってどういう位置づけかって聞かれたらどう答えますか？充電の年って感じですかね。充電。うん。充電、はい。体のメンテナンスとか。あとはまあ、その自分にない技術を取り入れてるっていう感じですかね。言い方おかしいですけど、生命を左右する怪我してよかったなってところまで来てます、マインドとしては。まあそうですね、自分は良かったなと思いますね。やっぱりずーっと戦ってきてたんで、体にボロが来てたんで、うん。まあすごくいい期間ですよね。やっぱりちょっと離れないと、格闘技好きだなって。人間ってずーっときつくなると、やっぱ、なんか好きなものも好きじゃなくなるっていうか、そんな思いはその時はなかったですけど、やっぱりえこう改めて怪我してちょっと休んだりすると、やっぱちょっと気持ちがちょっとどこかあれだったのかなとはありますよね。なるほど、なるほど。朝倉海君をぶっ飛ばすっていう思いが強はい。いと思う。そうですね。朝倉海をぶっ飛ばす計画はまあ順調に進んでますか？まあもちろん順調ですよね。ぶっ飛ばすの具体的なプランを教えてもらえますか？一方的に、まあ、打撃でも寝技でも何でもやっぱ強いなっていうのを見せたいなって感じですかね。怒りがあるとかそういうわけじゃないので、はいちゃんはいはい。としたやっぱり競技なので、でももちろんやられたからやり返すよっていうのもありますけど。今の時点で自分がまあ年内リングに上がるイメージってできてますか？まあできてますね。
まあ、花道通ってリングに向かう時の心境ってどんな心境になると思いますか？自分いつも変わんないんですよね。自分の今の感覚と練習してる感覚とリングで戦う感覚が全部一緒なんですよ。怪我していろんな人の期待が背負ってるっていうのはやっぱり思うと思いますね。じゃあまあこの期間に支えてもらった人たちのことを思いながら花道を通ってリングに向かう感じですかね。まあそうですね。わかりました。これ、京地君、日本来るんですか？行きたいですけど、行けるんですか？まあ日本はもう落ち着いてるんで、飛行機動いてないですよね。アメリカ便飛んでるね。じゃあ日本の一応は帰れるんですか？帰ろうと思えば。帰れるみたい。なんかビザの発行とか押しに帰んないとなんないんで、多分近々帰ると思うんですけどね。で、ちょっと、はい今月中に今の記事は上がるんで、また連絡します。はい、ありがとうございます。